今日はですね、インフルエンサーの宮崎麗華さん、僕は存じ上げてはいないんですけれども、名前だけは聞いたことありますけど、結構インスタグラムとかいろんなところで活躍されてて、5児の母、3回結婚してる。今の旦那は元EXILEの黒木さんということで、すごいセレブな生活をインスタとかで見せびらかしまくってたらしくて、フェラーリ買いましたとか、ブランドバッグ買いましたとか、最近だから国税庁が AI 使ってインフルエンサーとかの情報、キャバ嬢とかホストとかそういう金稼ぎまくってて脱税してそうなやつを AI 使って洗いまくってるの知ってますか？インフルエンサーの方々マジで注意した方がいいです。税金だけはもうほんと耳を揃えて払いましょう。僕はもうそこだけはちゃんとやってます。僕がなんかね、脱税で逮捕されたとか、インサイダー取引で逮捕されたとか思ってるバカいますけど、俺、脱税もインサイダーもやってませんから。僕の場合は、元フジテレビの日枝久さんって人がいて、その人がすごい僕のことを恨んでいて、あいつは何でもいいからあいつの荒探してって言われて、無理やり捕まえられて、無理やり証券取引違反で挙げられただけなんで、インサイダーも脱税もやってません。国税局とは絶対戦っちゃいかん。ほんと耳を揃えてお金を税金を払いましょう。僕の友達も最近消費税法違反で、インチキ保険商品を売って2回捕まって最近刑務所から出てきたんですけど、ほんとね、奴らはすげえよ。あと、税制って毎年変わるんで、本当にウォッチして、税理士さんとちゃんと相談をして、変な節税とか、ほんとやめた方がいい。六本木のショーパブの人も捕まりかけたしね。その人はなんとか回避できましたけど、とにかく、国税は怖いから。俺、ちなみに、個人の税務調査今までで1回しか受けたことないです。あと会社も僕1回しか受けたことなくて、僕が社長の時は。いや、マジでちゃんと真面目にやってるんで。1回受けたのは、それ何だったかっていうと、プライベートジェットの償却の話で、2005年にプライベートジェット25億で買って、そしたら中古のプライベートジェットだった。新品がフェラーリとかと一緒で2年来ないんですよ。ガルフストリームって買おうとしたんだけど、で、そしたら2年かかるんですよ。新品を出したら。フェラーリとかもそうなんだけど、だから2年の間、オフィシャルのガルフストリームが、うちの中古が、すぐ乗りたいんだったらあるから、それ G4 ってやつ買ったんだけど、だから中古って2年ちょっとで償却できるんですよ。しかも均等割りじゃないの。だから25億のやつでも、初年度多分11億か2億ぐらい償却できるんですよ。そしたらたまたま2006年に俺、FX でめっちゃ儲かったの。10億ぐらい儲かったの。その後10億損したんだけど、リーマンショックで。いいんだけど。10億雑所得だったのよ。今は違うんだけど、分離課税なんだけど。だから、総合課税されちゃうから、半分税金持ってかれちゃうわ、どうしようってなってたら、税理士さんが、いや、古市さん、飛行機買ったから、10億これ消せますよって言われて、雑所得と雑損失というか、それで、マジで消せたんですよ。すっげーって思ってたら、国税やってきました。マルサじゃないですよ。査察部じゃなくて、ちゃんと調査部っていうとこですよ。著名人とかの案件をやるとこがあるんですけど、そこはやってきて、いや、堀井さんね、これ、個人で事業として人に貸してる分はいいんですけど、個人でこれ載ってるじゃないですか、みたいな。1週間分ぐらい載ってたんですよ。1年間で。僕は捕まったんで、なかなか海外行けなくなっちゃったんで。そしたら、全部で多分100日も貸してなかったのかな。その分の7日間。だから、5000万ぐらい課税されちゃいますみたいな。みたいな話になって、いや、もっとかだったから1億ぐらい課税されるって言われたのかな。修正申告してくださいって言われたんだけど、うちの税理士さん頑張って、いや、そうじゃなくて、365分の7日間でしょ。そしたら、いや、貸してる分、自分で使ってる分、自家用車と一緒です。自家用車は車用で使ってるのとそうじゃない分みたいな話なんだけど、それでいいでしょうって言って、交渉してくれて、国税と。で、2000万円の納税で済んだんですよ。修正申告で。っていうぐらい、大変なんですよ。だから、もうインフルエンサーのやつとかで、架空のなんか、請求書とか、知り合いの会社に作らせて、振り込むとか、そんなんもうね、秒でバレるから。バカだよ。
本当に。そんなの AI 使うまでもなくバレるんで。今巧妙な操作とかしてるやついるけど、でも何回も言う。絶対バレるから。国の役所で一番 AI 使ってるの国税局だから。ほんとみんな注意してね。で、宮崎麗香さんは 1.5 億円脱税したんで、これ重加算税とか延滞税とか入れると3億超えます。今すぐ耳を揃えて3億修正申告して納めないとキャッシュで実刑食らいます。1.5 億ちょうどボーダーラインで、もう今すぐ可及的速やかに納税して修正申告して納税したら執行猶予でセーフ。執行猶予期間終わったら刑の言い渡しなかったことになるんで、前科も消えるんで、もう絶対人に金借りまくって拝み倒して金をねかき集めて、フェラーリとかもブランドバッグも全部売って耳を揃えて3億円ちゃんとかき集めてキャッシュで払ってください。そうしないと実刑食らって刑務所入ります。冗談じゃないです。1年ぐらい入ると思います。模範囚で出てくれば7、8ヶ月で出てくると思うし、多分東京拘置所とかそういうちょっとすぐ出てこれるところで衛生係っていうのを多分やることになると思うんですけど、嫌でしょ？子供も5人もいるんだし大変だと思うんで、3億円俺は貸さないよ。いってらっしゃい。